無水麻婆って水分は豆腐の水分だけでお豆腐を煮込んでこの旨味を全部一鍋に出すというようなやり方。結構辛いんですけど、うまいのが美味しくて。めちゃくちゃ美味しいですわ。そんな噂になってますわね。近所にこれだけ美味しい中華料理屋さんがあるのが本当にラッキー。店に出てしまうにびっくりしちゃった。大体もうこうやって朝のうちに仕込みをね終わらせておきます。11時だったらパッとできるように。味の統一とかもあるんですよね。一回作っとったらある程度味の統一ができて。ネギのみじん切りなんですよ。縦にこうやって目を入れて横に切ったらみじん切りですね。うちはもう全部手切りでだいたい1日1ケースぐらいですかね。1ケースで何本分ぐらいとか。20本ぐらい。うち売りが麻婆豆腐なんでもう麻婆なんで昼間はだいたい7、8割は麻婆になる時もあります。豆腐は100丁ぐらい出るんで豆腐の量は徳島で一番です。小島さんはどうしてお店を、本当は野球やってたんですよ。小中高で野球してたんですよね。高校の時も大学の推薦まで決まってたんですけど怪我しちゃって筋を切っちゃって肘の野球の道が立たれた時に野球から家帰ったらテレビがついてて料理の鉄人でちょうど陳さんがテレビに出たんですよね。それ見て中華料理かっこいいなと思い出してたまたま知り合いがいて淡路のホテルに陳さんのディナーショーがあるから見てみないって言われて行ったんですよ。今から麻婆豆腐を200人前作るからちょっと見てみないって言われてすごいそれに惹かれていって今の料理の世界に飛び込むことになったんですけどかなり野球は熱心にされてた。少年野球の監督しながら料理してます。野球が好きだったんでけど野球があったから多分今のこの料理の世界でもこうやって自分の店持ってできてるんだと思うし野球がなかったら多分今の自分はないと思います。やっぱ俺らの時ってすごい厳しかったんですよね。朝も早くから夜もすごく遅くまで。修行時代は2年間ぐらいは鍋洗いっつってひたすら雑用ですね。3年目でやっと野菜とか管理してデザートそっからが段階が一気に板場に入って伝票を読むところになって直接お客様に食べていただける料理のところまで5年目の終わりぐらいにやっとそこまで行きました。6畳一間に3人が寝て給料もそんなに高くなかったし苦労しましたね。本当にしました。だから野球がまあまあ厳しかったんで忍耐力とか礼儀もそうですけどそういうことを野球で教えてもらってるんでずっと続けてこれたのかなっていうのはありますね。何回も辞めたいと思いましたよ。なんでこんな厳しい中でそれも東京で僕育ちも生まれも徳島なんで徳島帰りたいなって思いながら1年目の冬に長靴なんですけど長靴の中にスープが入っちゃったんです。100度以上ですよね。全治1ヶ月ちょっとの大やけどってそんな厳しくて辛いんだったらもうやめようと思ってけど辞めるってなった時に挨拶に行かなきゃいけないんでもう辞めますって言ったんですよね。その時の料理長山下さんっていう人だったんですけどその人がすごい剣幕で何を今までしてきたんだってお前の努力って何だっつってバカ野郎っつってさっさと着替えて仕事しろって言われたんです。その時の勢いがすごくてそのまま仕事したんですよ。それからですね料理の世界で頑張ろうと山下さんっていう人がもう辞めて帰りなって言ってたらこの店はないです。自分の中ではみんなに助けられたなって思います。
ますね。今の店もそうですし、マネージャーもいなきゃいけないし、みんなの支えがなかったら多分今の自分はないんで、本当に感謝しかないです。独立されるまでは何年ぐらいかかったんですか11年ちょっとですね。30になる時に独立したんで、今45なんで15年前ですかね。俺が伝えたいのは若い子に、しんどくてもやっぱり継続してたら必ず自分のものになるっていう、自分がやりたい夢があるんだったら無理はしなくていいんで、続けることが一番大事だと思います。龍ってやっぱり中国では神様っていう存在なんで、龍にもいろんな意味があって、食べに来たら夢を叶えれるような料理を作りたいということでシェンロンっていう名前にしてるんですけど。ダブル豆板醤ってこの赤が混ざってる状態の豆板醤なんですよ。若い豆板醤と寝かせた豆板醤。麻婆豆腐のさんこと多いから影にすると6人前ぐらい。大体1日100から100。豆腐って煮崩れするからそれ嫌がる人は陳さんもそうだったんやけど、塩茹でしたら豆腐は煮崩れしないから見た目はいいけど、うちは塩茹では全くしない。冷たいままから仕上げていくっていうスタイル。無水麻婆って水分は豆腐の水分だけでスープもほとんど入れない。その方が大豆の旨味もあるし、これが沸騰していったら豆腐の水分が出るから、その水分で大豆の旨味とか。陳さんのお父さんの時、陳建美さんの時はそうやってやってた。俺もその陳建美さんと一緒でお豆腐を煮込んでこの旨味を全部一鍋に出すというようなやり方。ここで火を通す時に焦げる前まで熱する、それが一番のワンポイント。片栗粉入れて片栗粉がぐーっととろみが出てしまっていく瞬間にここでよく火を通すっていうことがうちの麻婆豆腐のポイント。ここで中途半端に入れしたら
豆腐はシャバシャバになったりするんで、とろみとかもこれも長年のキャリアでもう今まだ火が全然完全に通ってない状態だから、ここから火を入れていく。これありがとうございます。いらっしゃいませ、どうぞ、いいですよ。シャンセーまだシャンセー麻婆麺。これ辛さ控えめ。ちょっと豆板醤とかがそうそうそう、ちょっと控えめにして、辛さなしっていうのもできるし、辛さ多めっていうのも何でもできる。辛さ控えめ。いらっしゃい。平日の限定なんです。はい。黒胡椒炒め。はい。はい。少し辛さあります。これ大丈夫ですか？辛くない選択肢はあるんで。あ、少し辛さ控えめができます。じゃあそれではい。週替わりランチです。11番。はい、ご応募お願いします。うちは四川料理です。陳さんも四川料理。辛い料理が多いですね。けどやっぱ土地柄もあって田舎で辛い料理をそのまま出すって言ったら抵抗は絶対あると思うんで、長年かけてお子様から年寄りまでがね好んでいただけるような料理を追求してます。辛さが苦手な人は辛さなしとか辛さ控えめとかもできますし、修行先
の新さんの味を引き継いでる。そこの基本は崩さずに、基本的に子供でも食べれるように、エビチリとか麻婆でも辛さがないとか。麻婆が全部ではい。させどうぞ。はい、麻婆です。麻婆豆腐定食の辛さ控えめのお客様。はい。普通の辛さの麻婆豆腐定食のお客様。はい。それで見に来い。ついでに見に来いで。こちらです。はい。はい、中華丼、タンメン大です。お店には皆さんでよく来られるんですか？僕は初めてです。愛媛から来たんで、勧められてここが美味しいんで。お昼どこか美味しいところでっていうお話をいただいたものですから、よく営業に来た時にこちらのお店が近くので。初めて食べられてみてお味はいかがでした？非常に定食がお二つ、エビチリの定食。麻婆豆腐の定食のお客様。はい。もう一個麻婆の定食です。はい、失礼します。あ、いいですか？あ、エビチリ定食です。普通盛りでよろしいですか？はい。失礼します。お店に来たら麻婆豆腐一択ですか？そうですね。基本辛くて美味しいんで、結構辛いんですけど、うまみとかも美味しくて。お店始められてからずっとお手伝いされてるんですか？
ビールやね、ビール。あらじゃあ。あらじゃあ。家族で夜にさせてもらったりとか、もうずっと長年させてもらってます。10年以上は。料理のお味はいかがですか？最高ですよ。近所にこれだけ美味しい中華料理屋さんがあるのが本当にラッキー。どれがお気に入りですか？やっぱり麻婆豆腐。ほぼ毎回頼んでます。私は酢豚定食。でもやっぱ麻婆豆腐かな。はい、取ります。はい、割れます。じゃじゃん。あらじゃあ。今日初めて来たんで、調べたらここすごい有名みたいだったんで、奈良から来る。だからめちゃくちゃ大きいですわ。そんな噂になってますわね。本当に美味しいです。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、辛さ多めで。酢豚のお味はいかがですか？美味しいです。あらじゃあ。じゃあせー。
メン2とラーメン2。はいよ。てるんで、もうこのルーティンばっかり。大がチャーシュー。チャーシューは2個ちょうだいですよ。あざっしゃー。ちょっと絡めたいと思う。いい感じにバリバリやバラバラなんですよ。あだしゃー。うちのオイスターソースがベースなんです。うちはね。じゃあお塩は入れない。これをどうしてもう俺のでも塩辛いって感じられたらいけない。こうちょっとコクがあって食べるとコクがあるこのオイスターソースを入れる。これが美味しい。うちのオイスターソース結構特殊だからあんまり市販で売ってないやつ。じゃあその味の深みっていう部分でそうで最後に香りに醤油を入れる感じ。これで召し上がる。お店をこれからどうしていきたいとか。まだ多分浸透してないところもあると思うんで、僕の料理を徳島県、そんで全国に少しでも食べていただけるように頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。で、じい様、どうぞ。
だしを沸かすのと、まあ、うどん打つのと、まあ、もうこまごました前にある花のおかずですね、卵焼きとか魚とかああいうのをちょっと仕込むように8時になったら営業しながら仕込みも続けながらみたいな感じで。原価はめちゃめちゃ高いです。あれ、そば。ないですよ。
サバと卵焼き。どっちかがお腹でどっちかが尻尾なんだけど。どっちがね。いいです。はい、どうぞ。祖母の時代から赤ちゃんの時から連れて来たぐらいもうずっとうどんだけじゃなくいろいろ朝からもこうやってね朝食で食べさせてもらえるので早いんですよ。すごく注文したらすぐ食べて帰れれる。美味しいです。何食べても本当に美味しい。はい、600円です。いいのいい。カレーとお店にはよく来られるんですか？週1ぐらい。あ、週1ぐらいで。もう大方50年ぐらいね。50年ですか？ハム丼とカツカレー。大体こんな感じだね。中華だね。お店はどうして引き継がれようと思ったんですか？ずっと僕は大阪におったんですけど、はい子供もできて帰ってきて、そんな時にごしょっとおばあちゃんがね僕がおって、後継ぎがねそのおじさんがしょったけど娘さんばっかりおらんけんみたいな話で、まあ手伝いから僕らとやりよってみたいな流れで、そうそう、もう僕の代のその男系が僕しかおらんかった。これもお酢から全部作ってます。基本的なものは自家製で、天ぷら粉も寿司酢とかもだしとかも全部作ってますね。チラシです。チラシです。ここの天ぷらうどんもみたいな。
か出しとりますけど。アスパラガス、お持ち帰りもうこういうねおかずとかをねみんな持って帰ってくれるんですよね。できました。はい。はい。はい。あ、ごめんなさい。はい、置いといてください。お待たせしました。はい。決まったら言ってください。オムライスお2つ。ありがとうございます。
はーい。はい、オムライス。はい、オムライス。久しぶりです。そう。昔はようきょうってんけど、美味しいんでね。何食べても。うん。いったよ。この店にのざるそばやないと認めんのよ、うちの子。ざるそばにうずらの卵が入ってますけど。親子丼が来てます。中華に。はい、天ぷらうどん。飯野さん。いらっしゃいませ。オムライス2つ。ちっちゃい頃よくやったね。うん、美味しいです。今日はオムライスの気分やったけん、もうオムライスにした。恥ずかしい。ございました。はい、オム大です。いらっしゃいませ。ごめんなさい。はい、すみません、お待たせしました。はい、オムライス。お待たせしました。なんか、甘めで。私になります。ありがとう。はい。
きなお店なので、はい、ちょっと出かけた、はい、帰りに。何年ぐらい通われてるんですか？もう物心ついた時からですけど、お味も雰囲気も変わらない。かんちゃん、美味しいです。美味しい。美味しい。天ぷらのねえ。あ、はいはい、すいません。はい、反転。大丈夫？片面じゃなくていいやろか。うん。ネギなし。この前は1週間ぐらい前に来たかな。安定しとらいな、味が自分好みで。はい。ありがとうございます。鍋です。回収した。よくまでおらんね。かな。反対か。私いつも右にしてしまう。年齢集まりですもんね。
お好みでかし夕方はね、もうずっとこうスープ沸かしとったら辛くなるんで、出しとんですよ。これお店を始められたきっかけは外国航路のこれやってんで船やめてさあ何しましょうかってなってこれしだした中華のチェーン店が船やめてそこに就職してそこから独立したこの包丁は結構長く使われてるんですか？ああ30年も使うとってこれも4万ぐらいするんですよ膨らんどるけんこうのちょっとのこの真ん中だいぶ減ったな包丁が切れんと鶏の皮ってなかなか切れんのよぐにゃぐにゃしとくけんな切りにくい唐揚げは人気のメニューですか？うちの場合この定食につけてるからさ結構定食出るけんそれで結構消費するなメニューを見てたら、大中小って3サイズあるかなと思うんですけど、小がこれに普通1杯で大はこれが2つ中が1つ半大が3つラーメンは1玉ずつ増えていく、ラーメン
でうちほら学生とかサラリーマン結構食うけんな。だけど若い人多いよな。代替わりされたのは大体いつ頃？7、8年になるんかな。もともと継ぐこともいや、そうでしたかったな。想定してなかったけど、お客さんも来てくれるし、こうやって手伝いながら取ったらいいんちゃうかみたいな。1日ちょっとあるかなぐらいで、まあ、大体1日分。さっきこれが昨日仕込んだったやつで衣つけて今日使うみたいな感じですかね。調味料の会社。椅子の足まで毎日掃除されるんですか？一応何しないとね、中華だからね。
脂っこくなるんですよ。いらっしゃいませ。焼き飯大。唐揚げ、定番、小、中段、中、焼き飯。醤油ラーメン、中、満腹餃子、一人前。定番、中。
しい。もう何年なのやか20年30年になるじゃん。お客さんがいつもいっぱいでな、車を止められる時だけしか来れんね。よく頼まれるメニューとかってあったりされますか？夏はね、冬になったらああいう定食で美味しいねんよ。名前の通りね、量が多い、満腹感を得られる、味が私の場合一番合ってるのかな。冷麺はもうあちこちで食べるけど、ここが一番いい。
よくお店には来られるんですか？ちょくちょく。安くて多くて、味も多くて、でも全ていいです。一つの袋は2杯の大事やけんね。はい。食べにも行くし、お持ち帰りもしてます。満腹亭は量も多くて安くてとても美味しいからです。
シンプルに味が美味しいし、量も多いんで安い。ホイコーローの定食と天津麺です。お米に合うおかずいっぱい出してくれてお腹いっぱい食えるんでいいかなと思います。
何用の？もう全般。豚ももやけん、何でも使う。チャーシューとか。五目焼きそば。注文をすべてさばいて大変じゃないですか？中学高校やから負けに来とるけんな。もう親父が年やけんな。あんまり体が動かんけん。によるよりかはその大変じゃないんで。お店を清潔に保つのはやっぱ意識されてる？そりゃそうやろ。だって汚いとこで食事なんてできんやん。手抜いたらもうめちゃくちゃやで。2回目、この前食べて美味しかった。美味しいけんみんなに紹介。週1は絶対ちゃんぽん麺、野菜たっぷりなんで、なんか罪悪感全然ないです。酢豚。酢豚美味しかった。美味しかった。私は麻婆豆腐。オルチンジャーロス。これうまい。いろいろ食うけどうまい。
もう全然、もう今物置にしてるんです。全然本当70何席あるんですけどね。そんなにあるんですか？70何席あるんですけども。セットもの小鉢、日によって変わるからね。今日これじゃがいもと人参とかそういうのをね合わせみたい。もう2人でやりくりしてるんですよ。そんな人を雇える状況ではなしになってきて、人件費を今払うのちょっときついから、もう材料費も上がってるし、ね、値段上げるわけにいかないから。ご主人は中華料理歴何年になるんですか？何十年。中国5年終わってまだ別仕事。はい。これ日本来て日本語もわからん、何でもわからん、自分で料理作る、自分お店。
ここ30。週3回とか4回とか来てますね。もうたっぷり食べたい時にホイコーロー頼んで、ちゃんぽん麺野菜たっぷりなんでなんか罪悪感全然ないです。ちゃんぽん麺大頼んだらもう野菜食べた感がものすごいですね。月1回ぐらいでカレーが出るんですけど、それがかなりおすすめなんですけど、かぼちゃ、じゃがいも、さつまいも、人参、全部ね、いっぱいや。これみんな好き。いつカレー、いつカレー。もうだけど結構お客さんはカレーも取る人多いんですよ。前も2000何本3000何本今もチャーハンはさっき酢豚の。餃子。はい。ラー油できたらそこに。はい。はい。はい。チャーハンここ入れておきます。はい。ネギなしの担々麺。はい。ちょっと抑えめの。すごいわ。すごい。ご飯もあって。これもネギなしの。はいどうぞ。いっぱい頼みすぎたかなぐらい。チャーハンの量多いね。とりあえず大阪はもう午前の部と午後の部とに。午前の部やったら何時ぐらいかな。美味しかった。美味しかった。めっちゃ頼んでる。1.5人前ぐらいだった。何が一番美味しかったですか？私は酢豚。酢豚美味し酢かった。豚美味しかった。担々麺いかがですか？ちょうど良い辛さで美味しい。調節してくれてちょうどいい。ちょうどいい。ごちそうさま。ありがとうございます。ありがとうございます。担々麺は辛さを選べるんですか？選べる。普通のもちょっとピリッときますので、この辛い好きでしたらこういうふうに調整をできる。持ち帰りも、これで持ち帰り。
け。唐揚げ一つ。今日はお友達だけど、妻は家族で。孫はもやしラーメンが好きな。月一は多分来ると思う。なんか催し物があった時に、まあここでしょっていう9人で。ち長いことばあちゃん言っとらんからまた連れて行ってね。大体ね常連さんしがほとんど常連さん。天津飯とランチ。はい。うん。
和風中華。和風中華。本当に中華もこれ酢豚ももっと甘い、もっと酸っぱい。誕生日おめでとう。はい、酢豚。お茶碗ここ置いてますので、こっちのジャーでどうぞ。はい、エビチャーハン生ですか？チャーハン。惜しかったですね。お店はよく来られてるんですか？しょっちゅう3週間連続で。まあさんは酢豚専門やけ。酢豚美味しいですか？そうです、美味しいです。柔らかいです。いつも決まってあれですよね、美味しい。新庄セット1、三段セット2、少し辛め。ご飯はこちらが辛めです。はい、どうぞ。ありがとう。はい、どうぞ。美味しそうです。はい。頑張って。はい、どう単品。セット。ご飯。
お待たせしました。もう2人でやりくりしてるんですよ。昔は女の子3、4人ぐらいおったの。もう材料費も上がってるし、ね、値段上げるわけにいかないから。だからもう今2人でやりくりしてる。そうなんですね。これ全部自家製なんですけどね。本当に最初担々麺のタレ作るの1週間かけて2人が毎日ラーメン。これが足らん、あれが足らんという感じで少しずつこう調整してここまで来たけど、それと冷麺もさ、少しずつ味を調整して。辛さ普通。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。どうぞ。大で。大で。もうよく来られてるんですか？はい。僕は3回目ぐらいですね。どっちが常連です。美味しいです。週1は絶対。居心地がいい。お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。まだお願いします。
最初に。お疲れ。えのき、バンバンジー、チンジャオロース、酢豚、麻婆豆腐、辛め。えのき、ありがとう。早っ。すごい。当てに手で。はい、麻婆。はい、ありがとう。はい、どうぞ。そうなんだよ。はい、ありがとう。はい、どうぞ。はい。お店ってよく来られてるんですか？時々。前の店の時はよいちゃったよ。13年以上前からのお知り合いなんですね。そう。やっぱ美味しい。人柄がいいよね。一番おすすめのメニューとかあったりしますか？俺チンジャオロース。これうまい。いろいろ食うけどうまい。俺本職中華やけんね。大阪で中華しよ多い。多いよな。多いな。無理や。
焼き飯に焼いていくんです。今日の分だけこう小分けしてっていうような感じで。焼き飯の具材は主にどういったものがあるんですか？人参とお肉と卵だけなんです。看板は毎朝吹かれるんですか？もう一つスープが切ります。どうぞいらっしゃいませ。ワン麺大上一つ。結構お店にはよく来られるんですか？もう50年前からラーメンとかチャーハンが有名なんですけど、僕中華丼ばっかり食ってるんですよ。まあ餃子も美味しいですし、この味で育ったんでね、そこら辺はもう迷いはないというか、美味しいですよね。普通に変わらずいつも通りです。
ライスがいります。はい。ワンペンの肉入れ。はい。はい。ありがとうございます。失礼します。お店にはなんかよく来られるみたいな風に。もう私はちっちゃい時からもう40年ぐらい。ここはワンタン麺。お店の気に入られてるところ。スープですかね。スープやね。変わらず、美味しいそのままの味ですね。お店にはよく来られるんですか？ああ、ここね、僕ね、50数年になります。そう下の人からの出会いで美味しいんでね。今日はね、五目そばを、僕五目そばが大好きなんです。こういうところ取っといてくださいよ。私、みーちゃんお願いします。来週の土曜日だといける。じゃあ土曜日来週のね。いいでしょ、看板も。古い歴史があるんですよ。ここの店主もね、もう皆さん気さくで、選ぶたところがないのでね、非常に入りやすい店です。ここは皆さん今でも頑張っていただいているということで、ぜひ全国の人が来られたら一度はね、ここに立ち寄って、銀座という昔栄えた街を、また PR してあげてくださいね。はい、お願いします。
僕の友達なんかでもまあ寿命もお店ができたのはいつぐらいになるんですか？昭和26年って聞いております。3代目になります。お待たせです。初代、それで2代目が息子で、3代目が娘の旦那っていうか。祖父どんな方というか初代。あんまり16年ぐらいしか一緒にいなかったんですけど、ラーメン屋を始めた元祖というか、最初はなんか屋台から始めたとは聞いたんですけど、戦後間もなくなんで屋台から始めて、でその時はおうどん屋さんが主流だったんです。でラーメン屋さんっていうのが少なくて、でなんか中国人の方にいろいろ教えてもらって、ここにもうお店構えたっていうのは聞きました。ずっとここの場所なんです。だからメニューとかって今と昔じゃ違うんですか？もう全然変わらないです。ちょっといくつかはやめた、シューマイとかそんなのをやめたんですけど、あとは変わらず。じゃあお味も、もうずっと初代の味を引き継いで変わらない、守っております。ここのスープ大好き。美味しいです。ラーメンはどういった特徴があるんですか？うちは豚骨スープなんですけど、あっさりめと思うんです。それでこの返しのお醤油もこれブレンドしてるんです。普通のお醤油だけじゃなくて、あと甘みとかいろいろ入れてるんで、ちょっとここでみんなラーメンの味が変わってくると思います。はい、どうぞお待たせです。餃子も結構よく出る。よく出ます。餃子はどういった特徴が？手作りっていうだけなんですけどね、皮もちょっと薄いめの皮なので、すぐ色をつけるとかいうふうにしてもらって。
替えようか。あ、もう終わったんです。すみません。営業終わったら毎日掃除されてるんですか？毎日こうやって掃除して振り返るんです。これで大体1日が終わりっていうような。終わりです。